ゆっくり解説、読んでから見るか、見てから読むか日本中が熱狂した。昭和の角川映画、黄金期傑作ベスト10。ねえマリサ、今日は昭和の角川映画について解説してくれるのよね。当時の角川映画って、読んでから見るか、見てから読むかっていうキャッチコピーがすごく有名だったって聞いたことがあるわ。その通りだぜ。出版界の風雲児と呼ばれた角川春樹が仕掛けたメディアミックス戦略は、まさに革命だったんだ。本と映画を同時に売り出し、テレビ CM を大量に投入する手法は、それまでの映画界の常識を完全にぶち壊したんだぜ。本屋さんと映画館が一緒になって盛り上がるなんて、なんだかお祭りみたいで楽しそう。でも、宣伝だけじゃなくて中身も面白かったの？もちろんだぜ。巨額の制作費をかけたスペクタクル巨編から、アイドル映画の金字塔まで、当時の日本人が熱狂した傑作揃いだ。今回は、70年代後半の黎明期から80年代の黄金期まで、日本中を席巻した角川映画のベスト10を紹介するぜ。第10位、戦国自衛隊、1979年。いよいよ始まるわね。昭和の角川映画ベスト10。まずは第10位。一体どんな作品がランクインしたのかしら？初っ端から昭和の熱気が爆発しているぜ。第10位は、1979年に公開された SF アクションの超大作、戦国自衛隊だ。演習中の自衛隊一個小隊が、戦車やヘリコプターといった近代兵器ごと、戦国時代にタイムスリップしてしまうっていう衝撃のストーリーなのぜ。自衛隊が戦国時代に？それなら戦車やマシンガンがあるんだし、当時の武将なんてイチコロで、すぐに天下統一できちゃうんじゃないの？それがそう簡単じゃないんだな。この映画が伝説なのは、主演の千葉真一の常軌を逸したアクション魂にある。彼はアクション監督も兼任し、スタントマンなしで危険なシーンに挑んでいるんだ。例えば、飛行するヘリコプターからロープ一本で宙吊りになったり、疾走する馬の横腹にぶら下がって地面の弓矢を拾い上げたりと、CG なしで命がけの曲芸を披露しているんだぜ。まるで作中の戦国武将そのものね。CG がない時代にそこまで体を張るなんて、当時の役者さんの情熱には震えちゃうわ。さらに、当時新人だった薬師丸ひろ子がセリフなしの子供武士役でカメオ出演しているのも見逃せない。ユライタ演じる隊員が、その子供武士に対し銃を撃つのをためらい、逆に槍で刺されて死んでしまうシーンがあるんだ。近代兵器を持っていても、人を殺す覚悟が決まっている戦国武士には勝てないという、重いテーマを突きつけられる名場面だぜ。近代兵器があっても、最後は人の心と覚悟で決まるなんて、皮肉で悲しすぎる結末ね。アクションの派手さだけじゃなくて、戦争の虚しさもしっかり描いているのね。そうなんだ。派手なアクションと、角川映画らしい豪華なエンターテインメント性、そして胸に残る悲壮感、すべてが規格外の戦国自衛隊は、まさに昭和のエネルギーを象徴する傑作として、第10位にふさわしい作品だぜ。第9位、時をかける少女、1983年。第9位は、時をかける少女ね。原田知世さんのショートカットが本当に可愛くて、この映画で大ブレイクしたのよね。最初から期待の大型新人だったの？それが全く逆なんだぜ。実はこの映画、プロデューサーの角川春樹は、彼女の芸能界引退記念作品として企画したんだ。引退記念、あんなに大ヒットしたのに、どういうこと？もともと彼女は、真田広之のファンで、彼に会いたくてオーディションを受けたんだ。優勝は逃したんだけど、角川春樹の目に留まって急遽作られた特別賞でデビューした。でも、その後は期待ほど伸び悩んでいてな。角川はこれ以上続けても芽が出ない。ふるさとに帰って誰かの嫁になって幸せになってほしいという親心から、最後に一本だけ思い出に映画を撮ってやろうとしたんだぜ。そんな裏話があったなんて驚きだわ。スターにするためじゃなくて、芸能界を辞めさせるための映画だったなんて。そこで角川は、彼女が好きだった映画、転校生の大林義彦監督に、中身はどう変えてもいいから、尾道で撮ってくれと依頼したんだ。大林監督は、
彼女の少女期の最後の輝きをフィルムに焼き付けるつもりで演出した。エンディングで素顔の彼女が歌う映像が流れる。カーテンコールのような演出も、本来はさよならの意味が込められていたんだ。そう考えると、あのエンディングの切なさが全然違って見えてくるわね。最後だと思ったからこそ、あんなに透き通るような輝きが生まれたのかもしれないわ。ああ、結果としてその儚さが観客の心をわしづかみにし、引退どころか彼女を大スターにしちまった。大人の計算を超えた奇跡が起きたという意味でも、まさに伝説の映画なんだぜ。第8位、蒲田行進曲、1982年。第8位は何の作品？さっきまでの SF やアクションとは、また違った雰囲気の映画なのかしら？第8位は、1982年公開の蒲田行進曲だぜ。仁義なき戦いなどのヤクザ映画で有名な深作金次監督が手掛けた人情喜劇だ。映画撮影所を舞台に、映画やたちの情熱を描いて日本アカデミー賞を独占するなど高い評価を得た名作だぜ。あの深作監督がコメディを？意外な組み合わせね。どんなお話なの？自己中なスター俳優の銀ちゃんと、彼を崇拝する大部屋俳優の安の物語だ。銀ちゃんは出世のために妊娠した恋人を安に押し付けるような男なんだが、安はそれでも、銀ちゃん、かっこいい、って心酔している。理不尽だけど憎めない。この奇妙な関係が笑いと涙を誘うんだぜ。ひどい扱いなのに、かっこいいだなんて、そこまで惚れ込むなんてすごいわ。この映画といえば、階段から落ちるシーンが有名よね。あれって本当にやってるの？ああ、クライマックスの池田屋の階段落ちだな。高さ約8メートル、35段の階段を転がり落ちる壮絶なシーンだ。実はこれ、安役の平田充本人が全部自分でやるって志願したんだけど、舞台も控えていたから監督が怪我をさせられないって止めたんだ。じゃあ代役の人がやったの？すごく自然に見えたけど。そうなんだ。最初の6段目までは平田充が演じて、残りの危険な29段は JAC の猿渡幸太郎というスタントマンが担当したんだぜ。階段のヘリにゴムを貼ったり、ウェットスーツを着込んだりして挑んだそうだが、それでも命がけの撮影だったことには変わりないんだ。全部本人かと思ってたけど、プロとの協力で生まれた名シーンだったのね。役者さんも裏方さんも、みんな命がけで作っていたのが伝わってくるわ。その通りだぜ。映画という虚構の世界に、本当の命を懸ける男たちの姿を描いたこの作品は、当時の映画ファンだけじゃなく、業界人たちの心も震わせた昭和の傑作なんだ。第7位、里見八犬伝、1983年。第7位はどんな映画？そろそろド派手なアクションとかも見たい気分だわ。それなら期待していいぜ。第7位は1983年公開の里見八犬伝だ。これも深作金次監督の作品なんだが、特撮とワイヤーアクションを駆使した超度級の電気 SF ファンタジーだぜ。SF ファンタジー。里見八犬伝って昔の物語よね？お侍さんが出てくるのに SF なの？そこが革命的なんだ。薬師丸ひろ子演じる静姫が、8人の剣士、八剣士を集めて妖怪軍団と戦うんだが、演出がとにかくぶっ飛んでる。特に敵の親玉、夏木マリ演じる妖怪玉梓のインパクトは凄まじいぜ。若さを保つために、生娘の生き血を溜めた真っ赤な血の池に全裸で使っているんだ。血の池、想像しただけで鳥肌が立っちゃう。夏木マリさんの妖艶な演技、怖そうだけど似合いすぎてるわね。その世界観の中で、薬師丸ひろ子と真田広之が繰り広げるロマンスも話題になったんだ。特に、敵に追い詰められた二人が洞窟の中で愛を確かめ合うラブシーンは、アイドルの枠を超えた情熱的な演技として、当時のファンに衝撃を与えたんだぜ。アイドル映画でそんな本格的なラブシーンがあったなんて、ファンはドキドキして直視できなかったでしょうね。極めつけは音楽だ。バリバリの時代劇なのに、主題歌はジョン・オバニオンが歌う英語のロックナンバーなんだぜ。I don't want this night to end って曲が流れるんだけど、これが不思議と映像にマッチして最高にかっこいいんだ。時代劇に英語のロック、
普通なら合いそうにないけど、それも含めて新しいエンターテインメントだったのね。ああ、伝統的な物語を現代的なセンスで派手に蘇らせたこの作品は、まさに角川映画のパワーを象徴する傑作だぜ。第6位、W の悲劇、1984年。第6位は何？さっきも薬師丸ひろ子さんが出てたけど、当時の人気は本当にすごかったのね。社会現象になるレベルだぜ。だが第6位のダブルの悲劇1984年は特別だ。彼女が単なるアイドルから、本物の女優へと脱皮した記念碑的な作品なんだ。監督は沢井慎一郎だぜ。アイドルから女優へ、タイトルは怖そうなミステリーっぽいけど、一体どんなお話なの？原作は夏木静子のミステリー小説だが、映画はそれを劇団の舞台裏を描いたバックステージものに大胆にアレンジしている。劇団の研究生静香はオーディションに落ちるんだが、先輩女優の翔が起こしたスキャンダルの身代わりになれば、主役を譲ると持ちかけられる。役のために魂を売る物語なんだぜ。怖っ。スキャンダルと引き換えに主役なんて。でも、それが女優の執念なのね。その凄まじい覚悟を感じるシーンとかあるの？語り草になっている伝説のセリフがあるぜ。劇中、世良木みのり演じるパトロンの男と別れ話になってもみ合いになるシーンがあるんだが、そこで彼女はとっさに顔ぶたないで、私女優なんだから、って叫ぶんだ。女としての幸せよりも、演技のために生きる怪物に変わったことを自覚する。鳥肌が立つ瞬間だぜ。恋人と喧嘩してるのに、私女優なんだからなんて、悲しいけど、凄まじくかっこいいわね。ラストも圧巻だぜ。舞台で演じる悲劇のヒロインと、現実の彼女の境遇が完全にリンクしていくんだ。そして全てを終えた彼女が、一人でカーテンコールの万来の拍手を浴びる。その表情は喜びなのか、女優としての孤独なのか、あの複雑なラストシーンだけで、薬師丸ひろ子が一流の女優だと証明されたんだぜ。第5位、復活の日、1980年。第5位はどんな作品？角川映画って、とにかく派手でお金がかかってるイメージがあるけど、そのイメージの頂点とも言えるのが、第5位の復活の日1980年だぜ。小松左京の SF 小説を深作金次監督が映画化したんだが、制作費は約25億円。現在の価値に直すと約100億円とも言われる、日本映画史上最大級のプロジェクトだったんだ。100億円。桁が違いすぎるわね。一体どんな壮大な物語を作ったの？テーマは、ウイルスによる人類滅亡だ。軍事開発された生物兵器 MM88 が事故で拡散し、猛烈な感染力を持つイタリア風邪として世界中に広まる。そして、ウイルスが活動できない極寒の南極にいた各国の観測隊員863人を残して、人類が死滅してしまうという絶望的なストーリーだぜ。ウイルスで世界が終わるなんて、マスク生活や都市封鎖を経験した私たちからすると、ただの絵空事とは思えない設定ね。そうなんだ。作中で描かれる医療崩壊やパニックの様子は、まるで現代のパンデミックを予言していたようだと、近年になって改めて再評価されているんだぜ。特に、最初はイタリア風邪と呼ばれて、ただの立ちの悪い風邪だと軽く扱われていたのが、爆発的に広がって医療機関が崩壊していく過程なんかは、今の私たちが経験した恐怖そのままでゾッとするぜ。しかも、その描写のスケールが半端じゃない。実際に南極大陸でロケを観光したり、チリ海軍の協力で本物の潜水艦を使ったり、オリビア発生ら本物のハリウッドスターを起用したりと、すべてが本物志向なんだ。CG がない時代に南極まで行って撮影したの。その情熱と資金力は、今の日本映画じゃ考えられないわね。物語の最後、草刈正を演じる主人公吉住は、生き残った人々を守るため、そして作動してしまった核ミサイルシステムを止めるために、ボロボロになりながら南米大陸を旅する。ジャニスイアンが歌う名曲 You Are Love をバックに、絶望の中で愛は、地球を救えるかと問いかけるラストは、涙なしでは見られない名シーンだぜ。第4位、人間の証明、1977年。
いよいよ第4位ね。さっきマリサが言ってた、読んでから見るか、見てから読むかの戦略が、一番盛り上がった作品がここに来るのかしら？まさにその完成形だぜ。第4位は1977年公開の人間の証明だ。この作品は、犬神家で始まった戦略をさらに進化させ、テレビ CM を大量に流して本と映画を同時に売る角川商法を完成させた記念碑的な作品なんだ。やっぱりそうなのね。でも、本と映画をセットで宣伝するだけで、そんなに大騒ぎになるものなの？その宣伝の量が半端じゃなかったんだよ。特に CM で流れた、母さん、僕のあの帽子、どうしたでしょうね。そして英語の、ママー、というリメンバーというフレーズは、日本中のお茶の間に強烈にこびりついたんだ。あまりに有名になりすぎて、あの大人気番組、8時だよ全員集合なんかで、ザ・ドリフターズが、〇〇さん、僕のちょめちょめ、どうしたでしょうね。って、コントのパロディにしたくらいだからな。あのドリフがネタにするくらい、それって本当に社会現象になってた証拠ね。ただの宣伝じゃなくて、流行そのものを作っちゃったんだ。そうなんだ。かつては映画の敵だと思われていたテレビを、逆にお金をかけて味方につけた戦略勝ちなのぜ。そして、この映画の悲劇的なイメージを決定づけたのが、殺された黒人青年ジョニー役で出演もした城山中が歌う主題歌だ。彼の切ないハイトーンボイスで歌われる人間の証明のテーマは、CM 映像とともに人々の心に深く刻み込まれて大ヒットしたんだぜ。あの悲しげなメロディ、一度聞いたら耳から離れないわよね。宣伝の凄さだけじゃなくて、音楽やストーリーの持つパワーもあってこその大ヒットだったのね。ああ、松田優作演じる刑事の渋さといい、昭和の角川映画が持っていた熱気と哀愁が凝縮された傑作だぜ。第3位、セーラー服と機関銃、1981年。いよいよトップ3ね。第3位は一体何？社会現象って言葉じゃ足りないくらいの作品が来たる予感がするわ。その予感、大当たりだぜ。第3位は1981年公開、薬師丸ひろ子主演のセーラー服と機関銃だ。赤川次郎の小説を相米真司監督が映画化したんだが、これはもう映画の枠を超えた事件だったんだぜ。タイトルからしてインパクト抜群よね。女子高生が組長になるんでしょ？当時どれくらい人気だったの？公開初日、大阪の映画館にファンが殺到しすぎて、なんと機動隊が出動したんだ。あまりのパニックで上映中止に追い込まれて、翌日の新聞の一面を飾ったくらいだぜ。映画館に機動隊、暴動じゃないんだから、それだけ熱狂的だったのね。そして、映画史に残るのがクライマックスの機関銃乱射シーンだ。彼女が、カーンとつぶやく名場面だが、実はあれ、本当に顔から血を流しているんだぜ。あれってメイクじゃなかったの？どういうこと？本番中、機関銃を撃ちまくる演技に没頭するあまり、彼女は破片が飛んでこない安全ラインの外側まで入り込んでしまったんだ。助監督の黒沢清はそれに気づいたが、あまりに良いテイクになりそうだったから、一旦止めるべきところを、あえて止めなかったんだ。一歩間違えば大惨事じゃない。監督たちはどうしたの？相米監督もカットをかけずに続行した。その直後、破片が彼女の方を直撃したんだ。本人は興奮状態で気づいていなかったが、共演者の渡瀬恒彦はすぐに気づいて、彼女をかばうような動きを見せている。本物の血が流れる中であの恍惚とした表情と名台詞が生まれたのは、そんなギリギリのハプニングと、映像を優先した映画屋たちの執念があったからなんだぜ。第2位、野生の証明、1978年。第2位は何？さっきから薬師丸ひろ子さんの作品が多いけど、彼女のデビュー作もランクインしてるの？その通りだぜ。第2位は1978年公開の野生の証明。主演は昭和の大スター高倉健。そしてこれが映画デビューとなる薬師丸ひろ子の共演作だ。自衛隊の特殊部隊を相手に、たった一人で戦いを挑む男の姿を描いたアクション巨編だぜ。高倉健さんとデビューしたての薬師丸さん。しかも一人で軍隊と戦うなんて、後の乱暴みたいね。
実は、乱暴より数年早く公開されているから、こっちが先駆けなんだ。そのスケールも凄まじいが、何より人々の記憶に焼き付いているのは、連日放送されたテレビ CM だぜ。戦車やヘリコプターが迫り来る映像とともに、薬師丸ひろ子のお父さん、怖いよ。何か来るよという震える声が流れるんだ。このセリフは当時の流行語になるくらい強烈だったんだぜ。お父さん、怖いよって、聞いたことあるわ。守ってくれるお父さんが高倉健さんなら心強いけど、敵が自衛隊じゃ怖すぎるわね。そして、昭和の男たちを最も熱狂させたのが、この映画の伝説的なキャッチコピーだ。男はタフでなければ生きていけない。優しくなれなければ生きている資格がない。もともとはレイモンド・チャンドラーの小説のセリフなんだが、殺人技術を封印して少女を守ろうとする高倉健の姿にあまりにもハマっていた。これが当時の男たちの美学になったんだぜ。タフでなければ生きていけない。優しくなければ生きる資格がない。強さと優しさを兼ね備えるなんて、健さんかっこよすぎるわ。圧倒的なアクションと、男の哀愁。角川映画が持っていたパワーが凝縮された傑作だぜ。第1位、犬神家の一族、1976年。ついに第1位ね。昭和の角川映画、その頂点に立つのはやっぱりあの作品かしら？ああ、誰もが納得する伝説の始まりだぜ。第1位は1976年公開、市川崑監督の犬神家の一族だ。角川春樹事務所の記念すべき映画制作第一弾であり、横溝正史ブームと金田一耕助ブームを日本中に巻き起こした歴史的傑作だぜ。やっぱりこれね。白いマスクをかぶったスケキヨとか、湖から足が突き出てるシーンとか、一度見たら忘れられない映像ばっかりだもの。そのビジュアルショックこそが最大の魅力なんだ。市川崑監督の美的センスによって、おどろおどろしい殺人事件が、まるで芸術作品のように描かれている。特に白いゴムマスクのスケキヨや、湖の水面から逆さに突き出た足のシーンは、今でもパロディにされるほど強烈なインパクトを残しているんだぜ。怖いはずなのに、どこか美しいのよね。音楽もすごく印象的だった気がするわ。大野裕二が作曲したテーマ曲、愛のバラードだな。血生臭い殺人事件の映画なのに、流れる音楽は悲しいほどに美しい。それが犬神家の血縁の悲劇を際立たせているんだ。そして忘れてはいけないのが、この作品こそが読んでから見るか、見てから読むかというメディアミックス戦略の原点だということだ。ここから全てが始まったのね。本屋さんと映画館が一体になって盛り上がる。あの昭和の熱気はここから生まれたんだ。その通りだぜ。文庫本の表紙イラストと映画のビジュアルを連動させて爆発的なヒットを記録したこの作品は、単なるミステリー映画の枠を超えて、日本映画のビジネスモデルそのものを変えた革命的な一本なんだぜ。ちなみに、この作品があまりに完璧すぎたから、30年後の2006年に、同じ市川崑監督、同じ石坂浩二主演でセルフリメイクまでされたんだ。30年経っても同じキャストで作られるなんて、まさに不滅の金字塔だよな。総評、まとめ。今日は昭和の角川映画ベスト10を見てきたけど、どのアクションもミステリーも、今の映画にはない凄まじい熱量を感じたわ。そうだな。角川映画の魅力は、巨額の制作費をかけたスケールの大きさだけじゃなく、面白いものを作るためなら何でもやるという作り手たちの狂気じみた情熱にあったんだ。ほんと映画をセットで売る手法や、テレビを巻き込んだ宣伝戦略は、まさにエンターテインメントの革命だったと言えるぜ。危険なスタントとか流血シーンとか、コンプライアンスが厳しい今じゃ絶対に見られない映像ばかりだったわね。当時の映画館に行ってみたくなっちゃった。みんなの思い出に残っている角川映画や、好きなシーンがあったらぜひコメント欄で教えてくれよな。この動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録も頼むぜ。それじゃあ、また次の動画で会おうぜ。またねー。